の動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はパリ16区オトイユの教会近くで行われたフリーマーケットからスタートです。サルグミンヌのムタルディエールでしょうか。ムタルディエールとはマスタード、フランス語でムタードを入れるマスタード入れのことです。バックスタンプからすると製造から100年以上経っていそうです。飲みの市ではワンちゃんと一緒に散策している人も多く見かけます。好きなのに諸事情により動物を飼うことができないので、外で見かける動物たちにはいつも癒されます。ここからは複数のフリーマーケットやブロカントの様子です。リュネビルのコンポティエです。フランス語で果物のシロップ煮のことをコンポートというのですが、そのコンポートを作る果物を乗せていたそうです。フランス語で語尾に家やイエールをつけると〇〇の入れ物という意味になります。スープを入れるスーピエール、ソースを入れるソーシエールなどです。ワインの試飲用の道具でしょうか。以前ブルゴーニュのワインカーブ巡りをした時にこのような形のもので試飲をしました。エタン製と書いてありました。エタンとは鈴という意味です。ワインの試飲用の道具が鈴でできているのは珍しいとお店の方がおっしゃっていました。もしかしたら他の用途のために作られたのかもしれません。そんな昔は何に使っていたのかなと考える瞬間も飲みの市散策の楽しみの一つです。結婚式の写真のようですね。スペイン・トレドの紋章のようです。1561年にマドリッドに移されるまでスペインの首都だった場所で、ローマ人が建てた遺跡が残っているそうです。いつか行ってみたいところの一つです。マレ地区にあるボージュ広場のブロカントに来ました。パリにはあちらこちらに歴史的な文化遺産が残っているのが魅力の一つだと思っています。フランスの歴史を学んでいくと、通りや広場で昔起こった出来事を知ることができて、道を歩いているだけで数百年前にタイムスリップした気分になります。このブロカントが行われていたボージュ広場も歴史的に見てとても重要な場所です。フランスルネサンス時代の王様アンリ2世がこの地で事故に遭い亡くなります。その事故とは槍が目に刺さるというショッキングなものでした。不吉だということで広場はしばらく放置され荒れ地になっていたそうですが、その後アンリ4世が初めて人々が集う公共の広場として整備したそうです。アンリ4世は
民衆のためを思って行った公共事業が多く、人々に愛されていた良き王様だったと聞きました。これらの歴史上の出来事やこぼれ話などは、フランス在住の文筆家森田恵子さんに教えていただきました。森田恵子さんはリアル対面のサロンの他にもオンラインでお話を聞くことができるサロンを開催されています。日本にお住まいの方々も参加することができるオンラインサロンについては、リンクをこの動画の概要欄に載せますので、どうかご覧になってください。オンラインサロンをいくつか行っていらっしゃるのですが、そのうちの一つは出版された本に沿ってパリの歴史について教えてくださいます。パリの歴史散歩ノートは、まるで実際にパリを散歩しているかのような気分になれる一冊です。パリ市内に散りばめられた古代から現代までの名所を巡り、その歴史に触れることができます。共著の山本ゆり子さんは、美味しいカフェやビストロなど食に関する情報を書かれています。以前もご紹介させていただいたことのあるベルサイユ在住ドメストルミキさんのサロンでは、アンティークやヴィンテージ食器を楽しみながら森田恵子さんのお話を聞くことができます。美味しい食事をいただきながら講義を聞いた後、皆でフランスや歴史について語り合います。近世の会の時にはルイ14世やベルサイユ宮殿の話が出てきて、ベルサイユで行われるドメストルミキさんのサロンでその話が聞けるのはとても特別な気持ちになりました。日本にお住まいの方は対面でのサロンに参加することはできないのですが、このサロンエクリールでは4月からオンラインも始まりました。お食事やスイーツを一緒に食べられませんが、森田恵子さんをはじめフランスに造詣が深い講師の方々がベルサイユのサロンの雰囲気をそのまま届けてくださいます。フランスにご興味のある方はオンラインサロンのリンクを貼っておきますので、お問い合わせください。森田恵子さんのお話を聞いて、私もパリ歴史散歩をしたくなり、本に書かれているいくつかの名所を巡ってみました。パリ在住約15年になりますが、まだまだ行ったことのないところや意識して通ったことのないところもあり、新しい発見でした。ここはリュテス円形闘技場跡です。古代ローマ人は各地に娯楽施設としての円形闘技場を作っていて、パリ5区にもこのように残っています。クリュニー中世美術館近くには、ローマ建国にまつわる伝説がモチーフになっている狼の乳を飲む双子のブロンズ像があります。この像はパリとローマの姉妹都市提携の記念としてローマ市から贈られたものです。オリジナルはイタリア・ローマのカピトリーノ美術館にあります。ノートルダム大聖堂前の広場に八角形のブロンズ板が埋め込まれています。これはフランス中の道路にあるパリまであと何キロメートルという標識の測定となる起点です。現在はカバーで覆われてしまっていますが、森田恵子さんの本には羅針盤が刻印されている写真が載っています。ピラミッド広場には黄金に輝くジャンヌ・ダルクの騎馬像があります。アンリ4世の騎馬像があるのは、彼のニックネームだった女たらしという意味を持つベール・ギャラン小公園の入り口近くです。
サロンエクリールで語り合った方々とアンリ4世の最初の妻であったマルゴ王妃にゆかりのある場所へ行きました。マルゴ王妃がその昔滞在したことのある場所で、現在は改修をしてホテルになっています。併設されているチャペルはラム酒を専門に扱うバーとなっているのです。世界中から厳選された400種類のラム酒が並んでいます。少しの量を比べることができる試飲メニューがあり、それらを三つ星シェフのチョコレートと組み合わせて楽しむこともできます。この教会の内装はマルゴ王妃の時代ではなく19世紀に作られたそうです。スペイン領だったからスペイン流、やっぱり歴史が絡んじゃないですか。で、なんかでも2番目の時が注いでた時に一番すごい香りがした。歴史が好きな友人たちとの語らいは刺激的なひとときでした。購入した商品のご紹介です。フリーマーケットでサルグミーヌのムタルディエールを購入しました。シリーズ名はフロールです。以前より欲しいなと思っていたムタルディエールを初めて購入しました。小さくてまるでおままごとセットのようなサイズが気に入っています。1900年から1919年に使われていたと思われるバックスタンプなので、100年以上経過したアンティーク商品となります。サルグミーヌのフロールシリーズは好きなシリーズの一つなので、いくつか持っています。ミルク入れとソーシエルは以前購入しました。ミルク入れは主に化粧品を入れています。持ち手の部分の装飾も気に入っています。ソーシエルは毎日使うわけではないですが、時々花を入れたり、さくらんぼなどの果物を入れたりします。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や高評価ボタンをいただけますと、今後の動画作りの励みになります。通知ボタンのベルマークをオンにしていただけますと、新作動画のお知らせが届きます。どうぞよろしくお願いいたします。